世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はいたかと申します。今週はですね、ついに岩山部分へ、入山できるようになりました。このエリアはですね、とあるメインに関する秘密が隠されているキースポットというわけでね、ほとんど全てが自然物で構成されている場所ではあるんですが、その中でもね、神秘的な感情を醸し出しつつといいますか、遠い昔の人々がね、手を入れた痕跡だったりとか、あるいは大いなる何か的な存在が手を入れた感じもうちょっと匂わせつつね、ちょっと一風変わった岩山として制作しています。まだ敵とかの配置はね、完全には終わってないんですが、とりあえず歩いて頂上部分まで登れるようにね、すでに組んであります。岩山の入り口部分はこのような形になってまして、神秘的な門、大きな門って感じですよね。メインのイメージカラーであるブルーのライトを配置してあります。このライトがですね、結構かなりいいアクセントになってて、こちらのね、平原、かなり下の方から見上げた時も、こんな感じでね、うっすらとブルーの光が確認できるようになってます。岩山の色自体もね、黒めの岩を使っているので、その手前にあるね、砦部分とかで使用している白の岩とはぐっと変わる雰囲気を持っているので、遠くから見た時にね、割と綺麗な感じに収まってるんじゃないかなと思います。今週はですね、砦よりもさらに前半にあたる部分、つまりゲームのスタート地点ですよね、にあたるところも作っていました。それがこんな感じになってまして、普通に明るい街道っていう感じですね。なんですが、もうすでにね、この辺りにも大陸側の人間が、占領中ということで、ちょっとね、小さめのキャンプ、敵のキャンプなんかがあったりして、ここで初めての戦闘、チュートリアルなんかもね、発生するのかなといったような雰囲気になっております。この戦闘を終えてですね、進んでいきますと、ちょっとした岩の自然トンネルみたいなものがあるんですけど、ここを抜けたところですね。ここがちょっとかなりお気に入りのポイントなんですけれども、こんな感じでドーンとね、フィールドの全貌が目に飛び込んでくるっていう形になってます。なんかここでね、タイトルロゴとかバーンって出しても良さそうですよね。とりあえずここでプレイヤーの心をギュッとわしづかみにしてね、さらに先に進みたいって思わせれるような、風景に、ね、なってきたんじゃないかなと思います。続いて目的地の見せ方っていう話をね、ちょっとしたいと思うんですけど、一応主人公の目的としては、黒の岩山でね、とあるメイの力を回収してから竜の麓へ向かうというのが本筋になってるんですけど、その辺の情報っていうのはね、テキストなりセリフなりで、プレイヤーに伝える必要がありますよね。なので将来的にはね、そういったところも実装していかないといけないんですが、一旦それは置いておいて、そういったテキストベースの情報ってあくまでも説明なんですよね。プレイヤーの中にはね、そういったテキストを読み飛ばしちゃう人もいると思うので、仮にそういった情報、テキストベースのものがなかったとしても、この岩のトンネルを抜けたプレイヤーはね、必ず岩山だったり、貼り付けにされた竜っていうところに目を奪われると思うので、なんか知らんけど、めっちゃすげえオブジェクトあるなみたいな思わせれれば、こちらの勝ちですよね。そういった意味でもゲーム開始直後にこのビューポイントをね、必ず通らないといけないように設計したという形になってます。で、このトンネルを抜けた先なんですけどね、結構広大な、草原、フィールドが広がってて、ここからはプレイヤーの自由ですよね。竜の方に向けてね、一直線に進んでいくのもいいですし、おそらく敵とか、さっきのキャンプみたいなやつとかもね、配置たくさんすると思うので、そういった敵を倒しつつ探索するとかでもいいです。竜の方向に向けてね、一直線に進んでいく場合は、さすがにね、地続きでずっとまっすぐ歩いていけばたどり着けるっていう風なデザインにはするつもりはないので、おそらくね、どこかで行き止まりが来てしまうと思うんですが、その行き止まりにもね、貴重なアイテムだったりとか、強い敵がいたりとかね、来てよかったなと思えるようなものを配置したいなと思ってます。後半のマップの地形がちょっとちらっと見えるとかでもね、そういうご褒美もありなのかなと思ってます。そしてこの草原フィールドを抜けていくと、砦っていうね、最初のちょっとしたダンジョンっぽいところに到達するんですが、この砦攻略中は逆にね、竜とか岩山っていうのがほとんど見えないようになってます。これはあえて隠してるっていう感じですね。で、砦を抜けると、黒の岩山にね、続く、砦との接続部分ですね。
白色の岩山地帯があるんですけれども、ここの途中でね、再び竜が目に飛び込んでくる場所があります。それがこちらですね。めちゃくちゃ崖際で危なっかしい道ではあるんですが、前方にね、竜の姿が確認できますと。最初のトンネルを抜けた後にね、見た時と比べると、もうかなり竜の位置に近づいてますよね。この久々に見えるランドマークっていうのが結構いい味出してると思ってて、なんとなくテキストとか読まなくても、なんかかなり攻略してきたんだなっていうことがね、肌感でわかるんじゃないかなと思ってます。こういったビューポイントをね、他にもマップの後半とかでも配置予定なんですけど、一応チラ見せしておくと、まだね、ちょっと全然設計とかはできてないんですが、次に竜をね、ちゃんとしっかり見れる場所っていうのが、こういうところですね。今度はね、さらに距離も近づいたんですが、角度がね、打って変わってますよね。で、この次に見えるタイミングっていうのが、ここですね。岩山の内部、一番重要なところにね、さらに戻ってくる瞬間があるんですけど、そこからもう竜の顔面がね、めちゃくちゃまっすぐ見えてるっていう、ここも結構強めのビューポイントですね。こんな感じで、せっかくね、魅力的なランドマーク、竜っていうのがあるんで、それの見せ方を工夫することによって、なんとなく進行のね、バロメーターっぽく仕上げて、なんかプレイヤーにね、ビジュアルで情報を伝えるっていうことを、なんかこう、うまい感じにね、これからもやっていこうかなと考えております。じゃあ最後にね、システム面の進捗なんですけども、チェックポイント関連ですね。まず死亡した時のリロード処理がとりあえず出来上がりました。暗転して最新のチェックポイントからリスタートするという形ですね。休息した時もね、ほぼほぼ同様の処理が入って、敵の復活だったり、回復アイテムの補充などが行われて、同じチェックポイントからリスタートという形になります。もう一つチェックポイントメニューなんですが、ファストトラベルですね。これちょっとまだ本番のマップではできないんですけど、テストマップの方でね、仮実装できてあります。ファストトラベルを選択して、次に行き先を選択すると、暗転してそのチェックポイントを選択したところからリスタートできるという形になってますね。チェックポイントでできることとしては、だいたいこんなところかな。休息とファストトラベルとリスタート。それからね、一つ前の動画で言ってたスキルシステム、新しい技を覚えていくっていうやつも、スキルメニューもね、このチェックポイントの中に配置しようと思うので、あとはそのスキルシステムですよね、を実装するっていうのが結構大きな作業として残っているという現状になります。というわけで8月3週目の進捗共有でした。来週はですね、以前から言ってたチュートリアルシステムの作成を進めていって、それが終わり次第ですね、スキルシステムの作成に取り掛かっていこうかなという感じになってます。この2つをね、本番マップに組み込むことができれば、もういよいよね、遊べる形になってくるので、あとは量産っていうところですよね。マップの続きとか、敵を増やしたりとか、ボスを作ったりとかね。ということで、また来週もね、動画を見てくれればと思います。というわけで今回この辺で失礼します。お疲れ様でした。